誰が何をいつという順番で出ます。いつの指示を待ってから出ます。特定の奏者、グループ、全体、特定の奏者以外の全員、もしくはグループを指した中で特定の奏者以外のグループの全員。スタート。待機。これから何かを演奏してほしい奏者に待機の合図を出して、次こんなことをやってくださいっていう指示を出して、今スタートするという合図になります。停止もしくはクロスフェード。停止は静けさとクロスフェードするという解釈で、停止のタイミングは指揮者の身体言語、ゆっくりだったりとか早くだったりとか、身体言語に従うタイミングになります。クロスフェードとして使う場合は、次に演奏する内容の指示を出した上でクロスフェードをすると、指示が出ている奏者はクロスフェードのタイミングで次の指示の内容に移り、指示が出ていない奏者はその時演奏している場合は停止という合図になります。手のひらを握って下に下げると任意のタイミングで停止になります。手のひらを開いて上に上げると音を大きくする、下に向けて下げると音を小さくするという合図になります。強いとか小さい音でというようないろんな演奏の中でダイナミクスの指示が出ると思うんですけれども、それはその時の指揮者の身体言語に従っていきます。手のひらを開いてタイミングを示した場合は、長い音を今このタイミングで演奏してくださいということになります。音の高さ、音程は指揮棒もしくは指揮棒を使わない場合はその手の位置で音の高さを表していきます。また指揮棒を視覚的に追う、長い音を視覚的に追うというような方法もあります。手のひらを握った場合は短い音のタイミングは指揮棒で示していきます。こちらも音程は右手で高さを示すことができます。またその細かく演奏するなど指揮棒を視覚的に追うような合図もあります。リピートもしくはコピー。何も演奏していない時にこちらの合図が出たら、何か繰り返しのあるリフのようなものを演奏するという合図になります。何も演奏していない時にこちらの合図が出た場合は、何か繰り返しのあるものを生み出して演奏する。でもすでに繰り返せるようなモチーフを演奏している場合はそのまま繰り返してくださいという合図になります。また誰かのコピーをしてほしい時、こちらの奏者をあなたがコピーしてくださいという、真似してください、リピートしてくださいという合図にも使えます。今この場面を覚えて再現したい場合、メモリーというのがあります。左手で頭を指して今この場面を覚えてください。再現したい場合に複数の場面を作りたい場合はメモリー1、メモリー2というふうに複数の場面をナンバリングすることができます。でまたしばらく音楽が展開していった後にこちらの場面を再現するときはメモリーの1番の場面を今このタイミングで再現してくださいという指示になります。モチーフの展開と元に戻す方法です。モチーフを展開する、何かモチーフが起きていてそれを展開してくださいっていう場合はこのように開く合図になります。でしばらく展開した後にまた元のモチーフに戻ってくださいという場合は閉じる合図になります。開いた場合は後に閉じる可能性があるということです。速度テンポに関する指示は指揮棒が横向きになります。指揮棒の動くスピードで大体の速さだったり明確なスピードを示すことができます。拍感をはっきり出したい場合は指揮棒に合わせてアクセントをつけることもできます。速さに関する5段階の指示の方法。指を下に向けて1本だととってもゆっくり、2本だとほどほどにゆっくり、3本だと2番より速い、ミディアムで4本だと速い、段階的な速度の指示が出せます。5個手を完全に開いて下に向けた場合はテンポの速さは自由なんですけれども、奏者の任意の拍感で拍を感じるようなフレーズをスタートしてくださいという合図になります。ダブルタイムとハーフタイム。ダブルタイムハーフタイムはこのチョキの形をして親指を上に上げるとテンポを2倍速にしてくださいという合図になります。テンポを2倍速にして今このタイミングで2倍速にしてくださいというふうに使います。手のひらを
表に向けて親指が下に向いた状態だとハーフタイム、テンポを半分にしてください、今から半分にしてくださいというような合図になります。アクセルとリット、テンポを速くしていきたい場合は手のひらを前に押し出すと速くなって、後ろに引いていくとゆっくりになります。指揮棒は基本的に上を向いていたり横を向いていたりするんですけれども、下を向いているときは音の密度に関する指示と解釈してください。指揮棒を下に向けた場合はパノラマという合図になるんですけれども、グラニュラーシンセのようなイメージで音をグレイン、粒として扱って、粒化した音をなるべく他の奏者と被らないように隙間がある状態で演奏していく、自分のタイミングで粒化した音を演奏していくという指示になります。この指揮棒が下を向いた状態で動いた場合は、指揮棒が自分の前にある時だけ音を出す、自分の前にある時にだけ音を出す、指揮棒で音を出すタイミングを変えていくこともできます。もう一つ密度に関する合図で、手のひらを握って開く、ゴムを引っ張るようなイメージで開いていくと、テンションがかかって開いた時により密度が上がる、閉じた時により密度が薄くなるというようなイメージになります。ハーモニクス、次の合図は電子楽器の奏法からヒントを得たものなんですけれども、質感を変える、つまみを回すような合図が出た時は音の音色、質感を変えてくださいという合図になります。つまみを回して今っていう出し方になります。指揮棒で円を描いた場合は、今演奏している内容をランダム化してくださいという合図になります。メガネを掛け替える仕草をすると、今やっていることと全く違うことを演奏してくださいという合図です。指揮棒を小さく回すと、今やっている内容を続けてくださいという合図です。コール&レスポンスのような演奏をしてほしい場合は、電話の合図をして、あなたとあなたがコール&レスポンスのような演奏をしてくださいという合図になります。伴奏のような場面を作りたい場合は、2人の奏者を指して伴奏をしてほしい奏者に対して、こちらの奏者の伴奏をしてくださいという、手のひらを握って胸に当てるというのが伴奏という指示になります。